様こんにちは、セリナです。今回は6月2日リニューアル、ディオールのディオールスキンルージュブラシより4質感サテンマットシャイニーホログラムからそれぞれ先行発売で人気とのことだった4色をご紹介していきます。もともと人気のディオールのチークがリニューアルということで、とても注目度が高いアイテムですよね。こちらの動画ではリニューアル前とリニューアル後の違いについてご紹介した後に、サテンタイプ、マットタイプ、シマータイプ、そしてホログラフィックタイプの4つの質感の中からそれぞれ人気色を1色ずつご紹介していきますので、少しでも質感の違いやカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ディオールスキンルージュブラッシュ。肌に柔らかく溶け込むクチュールカラーが長時間続くパウダーチーク。厳選した超微細なピグメントを配合したクチュールカラーが内側から蒸気したような美しい血色で頬を彩り、長時間続くディオールスキンルージュブラッシュ。フローラルスキンケア成分を贅沢に配合した 90% 自然由来のクリーン処方。軽やかなテクスチャーでシルクのように柔らかく肌になじみ、一塗りでナチュラルな血色と輝きを頬に与えます。マット、サテン、シマー、ホログラフィックの4つのエフェクトからお選びいただけます。ということで、今回はそれぞれの質感の中での人気色とのことだった343パナレアサテン、100ヌードルックマット、365ニューワールドシマー、そして212チュチュホログラフィックをご紹介していきます。それではまずリニューアル前とリニューアル後の違いについて比較していきたいと思います。店頭で今回のリニューアルで大きく変わった点についてお伺いしたところ、自然由来指数が 90% になったことと抗酸化作用が高まって日中もくすみにくくなったとのことでした。そしてテクスチャーがよりしっとりとしたということだったので、実際にどのくらい違うのか見ていきます。まずはこちら側にリニューアル前のタイプ、カラーは219のローズモンテーニュを塗っていきます。リニューアル前もこんな感じでしっとりとしたテクスチャーで、一塗りでもしっかりカラーが楽しめるような高発色なタイプでしたよね。こちらは程よいツヤ感も感じるようなカラーでした。はい、リニューアル前のタイプはこんな感じです。カラーがわかりやすいように何度か重ねていきましたが、一塗りでもしっかりとカラーの発色が楽しめる高発色でしっとり感もあるチークです。では反対側にはリニューアル前のローズモンテーニュと程よいツヤ感と微細なパール感の仕上がりイメージが近いなと感じたこちら、サテンタイプの343パナレアを塗っていきます。リニューアル後はこんな感じで、カラー自体は今塗っているパナレアの方がリニューアル前のローズモンテーニュよりも明るくてナチュラルな印象ですが、粉質がよりしっとりとしているので、リニューアル後の方が少量でもよりしっかりとチークが発色する感じがします。軽くブラシで磨くとこんな感じで、より綺麗なツヤが出るような印象です。はい、こちら側にはリニューアル後のサテンタイプを塗ってみました。どちらも高発色なところは似ていますが、リニューアル後は発色の良さはそのままに粉質がより軽くなった感じがするので、近くで見るとこんな感じで、リニューアル前よりもリニューアル後の方が毛穴が悪目立ちしにくくなった感じがします。そして粉質は軽いですが程よいしっとりさもあるので、高発色なのに肌から浮かずに
溶け込むように馴染んでくれます。少し距離があると、よりリニューアル後の方が肌に綺麗に馴染んでいる感じがわかりやすいと思います。先日リニューアルされた RMK のチークも高発色なタイプなのに肌に綺麗に溶け込むように馴染んでくれるようなタイプだったので、今期のチークは高発色なのに綺麗に肌に溶け込むように馴染んでくれるというテクスチャーがトレンドなのかなと感じました。しっかりとチークで血色感を出したいけれど、チークを動かしたりなじませたりするのが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。ではここからは質感ごとの人気色をご紹介していきます。まずは先ほどリニューアル前のタイプと比較をしたサテンタイプです。先行発売で人気だったのはこちらの343のパナレアというカラーでした。両方の頬に乗せてみるとこんな感じで、微細なパールによるツヤが頬に自然に立体感を出してくれるようなタイプでした。近くで見てもラメやパールが悪目立ちしてしまうという感じはしなくて、高発色でしっとり感もあるのに軽い質感のパウダーが肌に綺麗に乗ってくれるので、ツヤも楽しめるタイプですが、ツヤタイプのチークを使うと毛穴が悪目立ちしてしまうという方にもとても使いやすいと思います。ハイライトなしでも自然なツヤを出してくれて立体感も感じられるような質感でした。カラーは青みにも黄みにも寄りすぎていないベーシックな明るいピンクという感じなので、一つ持っているといろいろなメイクに組み合わせしやすそうなカラーだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。続いてはマットタイプです。マットタイプの人気色はこちら、100番のヌードルックというカラーです。こちらのカラーは個人的にもとても気になっていたカラーでした。マットタイプも先ほどのサテンタイプと同様軽い粉質ですが、やはりこんな感じでしっかりとカラーが発色してくれるタイプです。ただマットタイプの方が少し発色は抑えめな感じがするので、ツヤが抑えめな分カラーの調整が難しいという方にもとても使いやすいと思います。はい、マットタイプの人気色100番のヌードルックはこんな感じです。カラー自体が肌なじみのいいヌーディーカラーというところも関係していると思いますが、何度かしっかりと発色させてもこんな感じで、やはり先ほどのサテンタイプよりもカラーの調整がしやすい質感だなと感じました。ただこちらも粉質は軽いですが、やはり程よいしっとりさもあるので、マットタイプですが綺麗に肌に溶け込むように馴染んでくれています。軽い粉質のマットタイプなので、より毛穴や凹凸が悪目立ちしなくて、とても肌なじみのいい質感でした。内側から蒸気したような頬に見せてくれて、マットタイプのチークを使うと肌がパサついた印象に見えてしまうという方にもとても使いやすいと思います。カラーはほんの少し温かみを感じるようなヌーディーなピンクベージュという印象のカラーでした。質感もカラーもとても上品だと思います。引きで見るとこんな感じです。続いてはシマータイプです。シマータイプの人気色はこちら、365のニューワールドというカラーです。こちらのカラーは今回購入した中で一番鮮やかなので、どんな感じに発色するのか気になっていましたが、質感としてはこんな感じで、発色の良さなどは最初にご紹介したサテンタイプに近い感じがします。重ねていくとこんな感じで、意外とツヤ感は抑えめなので、マットとサテンのちょうど中間のようなイメージで使える質感です。はい、シマータイプの人気色365のニューワールドはこんな感じでした。一度塗りの時点ではそこまでツヤ感は強く感じなかったので、マットタイプとサテンタイプのちょうど中間のようなツヤ感かなと思いましたが、
何度かブラシで磨くように重ねていくとこんな感じで、マットタイプをベースに塗った上にさらにサテンタイプのツヤ感を足したような、発色の良さとツヤ感を兼ね備えたような質感でした。ただ近くで見てもこんな感じで、ベースはツヤ感が抑えめで、上からパールによるツヤを感じられるようなカラーが乗るような質感なので、サテンタイプよりもさらに毛穴や凹凸が悪目立ちしにくい質感でした。そしてカラーは一見夏らしいオレンジのニュアンスも感じるような鮮やかなピンクに見えますが、顔を動かすとこのパール感が少し青みを感じるようなピンクに光るイメージなので、オレンジピンクのニュアンスの上に透明感も感じるような青みピンクのニュアンスも感じられる、とても絶妙なカラーです。夏らしさも欲しいけれどヘルシーに寄りすぎず透明感も欲しいという時に使いやすそうなカラーだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。それでは最後はホログラフィックタイプです。ホログラフィックタイプの人気色はこちら、212のチュチュというカラーです。こちらのカラーは4つの質感を合わせた全色の中でも一番人気のカラーとのことでした。ホログラフィックタイプは手元で見た感じ、チークというよりもハイライトのような大粒のラメによるきらめきが楽しめるような質感だなと思いました。ただ頬の上にのせてみるとこんな感じで、意外とベースのカラーもしっかりとついているので、ナチュラルな発色のチークとしても楽しめるようなタイプですね。はい、最後ホログラフィックタイプの人気色212のチュチュのカラーはこんな感じでした。もう少しベースのカラー自体の発色はナチュラルで、他のチークの上に重ねてニュアンサーとして使うのがメインになるようなカラーなのかなと思っていましたが、意外とベースのカラーもしっかりと発色してくれるので、これ一つでチークとしての血色感と大粒のラメによるツヤ効果も楽しめるようなタイプでした。そして仕上がりとしてはこんな感じで、ツヤ感が抑えめなピンクカラーのベースに大粒のシルバーの他にもピンクやゴールドのような多色のラメ感を楽しめるカラーでした。ただこちらも意外とベースのカラーはパール感などは感じないようなマットタイプのような質感に近いので、ラメは大粒ですがそこまで毛穴が悪目立ちしないところがさすがだなと思いました。そしてカラーとしては青みを感じるような明るめピンクの上に多色のラメが効いているので、一気に透明感をアップさせてくれて可愛らしい印象に見せてくれるようなカラーでした。引きで見るとこんな感じです。サテン、マット、シマー、ホログラフィックの4質感を比較するとこんな感じです。サテンタイプはベースの質感から強いパール感を感じるようなタイプなのに対して、シマータイプやホログラフィックタイプはマットタイプのベースに上からパールによるツヤやラメのきらめきを感じるような質感でした。この質感も綺麗に肌に溶け込むように馴染んでくれますが、ツヤ感の違いが楽しめるところが素敵ですよね。はい、ではこんな感じで6月2日にリニューアルをしたディオールのディオールスキンルージュブラッシュの4質感の中からそれぞれ人気色をご紹介していきました。まず今回のリニューアルで大きく変わった点としては、高発色なのに肌に綺麗に溶け込むように馴染んでくれるところで、しっとり感もありますが程よい軽さもあるので、パールによるツヤを感じられるタイプでもリニューアル前よりもさらに毛穴が悪目立ちしにくくなったというところがすごいなと感じました。そしてそれぞれの質感にも仕上がりに特徴があって、まずサテンタイプは4つの質感のうち一番パールによるツヤ感を感じられるようなタイプでした。内側から発光したようなツヤツヤ肌に仕上げたい
という方に特におすすめです。続いてマットタイプは内側から蒸気したようなほんのりとした血色感を得られるタイプでした。4つの質感のうち一番軽くてカラー調整もしやすく感じて、毛穴が悪目立ちしてしまう感じも全然しなかったので、チークが苦手という方にも特におすすめの質感だなと思いました。続いてシマータイプはマットタイプのベースにサテンタイプのパールのツヤを感じるような質感で、しっかりとした発色とツヤを同時に楽しみたいという方にぴったりでした。そして最後、ホログラフィックタイプは大粒の多色ラメによる華やかさを楽しめるタイプですが、意外とベースのカラーがしっかりと発色するのと、ベースはツヤ感が抑えめなマットタイプに近いような質感だったので、しっかりと大粒のラメによる輝きは楽しめますが、そこまで毛穴が悪目立ちしないところがさすがだなという印象の質感でした。どの質感も高発色なのに肌なじみが良くて、ツヤ感も感じられるタイプでも毛穴が悪目立ちしないようなとても使いやすい質感のチークだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。